Rubyist の皆さん、こんにちは。本日は RubyGems や Bandler の昨年の安定版リリースの内容や、今年リリースされる予定の新しいバージョンの内容、また Ruby3 に向けてライブラリの依存関係の管理がどのように変わっていくのかという展望についてご紹介したいと思います。まず最初に、私を知らない人もいらっしゃると思いますので、自己紹介から始めたいと思います。名前は柴田博と言います。Twitter や GitHub のアカウントは HSBT という4文字です。博の H と柴田の SBT をつなげていますが、読み方は皆さんにお任せします。Ruby Core Team という組織、これは組織もよくわからない名前なんですけれども、メンバーの一人で、主に RubyGems をはじめとする Ruby のライブラリの面倒を見たり、Ruby ビルドという Ruby をいろんな環境でビルドして使えるようにするツールチェーンのメンテナンスを行っています。また、RubyLang.org という Ruby の公式サイトのインフラのメンテナンスもやっています。Ruby コミッターはあくまでも OSS のボランティアの活動の一つです。給与をもらう仕事としては、GMO ペパボという共有サーバーや e コマースのサイトを構築するような様々なウェブサービスを扱っている会社で、執行役員 VP of Engineering 兼技術部長としてマネジメントを毎日行っています。本日は改めてよろしくお願いします。本日のアジェンダです。まず、昨年リリースされた新しいバージョンの RubyGems と Bandler についてご紹介します。続いて、今年リリースされる新しいバージョンの内容についてご紹介します。最後に、今後 Ruby3 に向けたロードマップ等についてご紹介したいと思います。では、一つ目のトピックです。この内容については、他のカンファレンスでも繰り返し紹介している内容なので、知っている内容も多いかもしれません。リリース内容の紹介は何度やっても良いものだと思うので、皆さんぜひお聞きください。まず最初に RubyGems 3.1 は昨年の2019年12月16日にリリースされました。RubyGems は最新の安定バージョンを最新の Ruby に同梱するというリリースポリシーで開発をしています。したがって11月後半から12月前半に新しいメジャーバージョンまたはマイナーバージョンのリリースを行い、そのバージョンを Ruby 本体にマージするという開発方針をとっています。Ruby 3.1 のメインとなる変更は、1つ目は3.0 RubyGems 3.0 で追加された多要素認証の対応コマンドとして YANG コマンドも対象にしました。また、マイナーバージョンアップらしく 3.0 では保留していた古い Ruby のバージョン Ruby 1.8 や 1.9 向けのコードを削除したり書き直したりしました。同梱しているバンドラーのバージョンも 2.0 から 2.1 とバージョンアップしています。RubyGems 3.1 は RubyGems 3.0 と比較して安定しているバージョンと言えるでしょう。また、内部の変更になるので、リリースノートには大きく書きませんでしたが、内部で使っている Ruby の標準ライブラリのうち、デフォルト Gems になるライブラリのロードをファイルのトップではなく、ライブラリが使われる瞬間に移動しています。特に影響が大きかったのが URI や Open3 です。なぜこのような変更を行っているかというと、RubyGems の中でトップレベルで Require を実行してしまうと、RubyGems や Bandler が皆さんが使おうとしているライブラリのバージョンのパスを解決する前に、標準添付ライブラリとして同梱しているバージョンをアクティベートしてしまい、その時点で皆さんが使いたいバージョンを使うことができなくなってしまいます。そのため RubyGems や Bandler ではライブラリのアクティベートを行う処理やバンドルインストールなどの実行時には極力デフォルト Gems を使わないように工夫しています。詳細については後ほど改めてご紹介します。続いて Bandler 2.1 の紹介です。
バンドラー 2.1 も RubyGems と同様に最新バージョンを最新の Ruby に同梱できるようにできるだけリリースを揃えるようにしています。バンドラーのメインの変更点も RubyGems と同様に多くの不具合修正を行いながらもバンドラー 2.0 とは非互換となるような変更がないように気をつけ、バンドラー 2.0 では見送った古い Ruby のコードを削除しています。また、バンドラー3または 3.1 以降でなくなる予定のメソッドなどの警告を有効にしています。具体的な警告の例としては以下のような内容です。バンドラーを読み込んだ状態で IRB を起動するバンドルコンソールやグラフを描画するバンドルビズなどです。これらはプラグインとして提供する予定があるので、どうしても使い続けたい人はプラグインを別途インストールすることで利用を続けることができます。また、メソッドのリネームとしては、クリーン演舞がアンバンドルド演舞など、より分かりやすい名前に変更を予定しています。現在これらのメソッドを使って何かしらのツールを書いている方は、変更先の内容に書き換えるように今のうちから対応しておくと良いと思います。続いて、次にリリースされる予定の RubyGems 3.2 や Bandler 2.2 の内容についてご紹介します。まず、このバージョンでの大きい変更としては、Bandler のリポジトリを RubyGems のリポジトリにマージして、今後2つのソフトウェアの開発は RubyGems の1つのリポジトリで行うようにしました。スライドの画像からもわかる通り、Bandler リポジトリはもうアーカイブされていて読み取り専用となっています。今後、Bandler のイシューも RubyGems のイシューも2つとも RubyGems のリポジトリで行っていくこととなります。また、開発チームは一部重なるメンバー以外は RubyGems の開発チームは RubyGems、Bandler の開発チームは Bandler のみをメンテナンスしたりリリースをしていましたが、今は RubyGems も Bandler も両方メンテナンスしていこうということで、チームも一つになり、メンバーは RubyGems と Bandler 両方のコードの変更を行うようになっています。これがリポジトリのマージ前とマージ後のコミット数の変化です。上の画像がマージ前です。RubyGems は9238コミット。バンドラーはこの画像にはありませんが、12000コミットぐらいのコミットヒストリーを持っていました。2つのコミットヒストリーを保持したまま、マージしたことで RubyGems のリポジトリの今のコミット数は21000を超える数になりました。この結果、先ほどお話しした通り、開発チームの統合に加えてコードベースの統合、また CI やリリースツールなどの各種ツールチェーンも一つに統合されました。特に CI の統合が開発チームにとっては大きいメリットになりました。これまではリポジトリが分かれていることで、バンドラーを直さないと RubyGems の CI が動かない。またその逆、RubyGems に新しいコードを追加しないとバンドラーの機能を開発できないというようなことがしばしばあり、片方をマージしなければもう片方のプロリクエストをマージできないというような、なかなか開発の速度が上がらないというような状況がありました。この状況を解決しなくては、開発チームが同じであっても非常にコードを書くということ以外に時間を取られて非効率な状態となっています。そこで今回リポジトリを一つにしたことで RubyGems と Bandler それぞれ影響のある箇所を同時に変更を行い、一つのプロリクエストで直すことができるようになりました。結果として開発の速度が上がったように思います。今、次のバージョンに向けて特に力を入れて取り組んでいるのが、Robocop のルールとリリースに関係するツールチェーンの各種統合の完了です。Robocop については、RubyGems がデフォルトフォルスでルールを追加していったのに対して、Bandler はデフォルトを有効の状態から無効に変更してルールを維持するように COP のルールを書いたというような違いがあります。
そのため、この2つについては少しずつルールを中間に揃えるように、1つずつルールの内容を見直して変更を行っています。また、ツールチェーンの統合については、主にレイクタスクを中心に行っており、この画像にあるように、チェンジログを生成するためのツールも、微妙に仕様が異なっていました。今回、イシューのラベルを用いて初回の自動生成を行うように変更を行うことで、RubyGems のチェンジログの生成、バンドラーのチェンジログの生成、その2つのチェンジログの生成を1つのツールで行うようにしていく予定です。このように、Robocopのルールであったり、各種リリースに関係するテキストの生成など、いろいろなツールについても一本化することで、次の目標としているコードベースの統合についても速度を上げて行えるように現在取り組んでいる最中です。繰り返しになりますが、まだ RubyGems と Bundler のコードベースの統合は行われておらず、リポジトリとツールチェーンの統合をメインに行っているという状態です。ただ、そのコードベースの統合については、今年リリース予定の RubyGems 3.2 と Bundler 2.2 のリリース、リポジトリをマージした初めてのリリースですね。この2つのリリースが行われた後に、コードベースの統合も改めて進めていく予定です。まず大きい1つ目の変更点としては、バンドラーを単体でリリースすることはなくなる予定になっています。では、どのように変わるかというと、今後は RubyGems 4.0 の中にバンドルというコマンドが含まれるだけか、もしくは内部バージョンとしてバンドラーを持ち続けるのか、また、Rails のように Rails 6なら Active Record 6というような形になるか、どのような形でバンドラーと呼ばれるツールを RubyGems の中に共存させるのかというような方法についていくつか案がありますので、その案の中でどの方式を取るかというのを現在検討してディスカッションしているというような状態です。できるだけ皆さんが混乱せず使えるような形でリリースしていきたいと考えています。続いて RubyGems Bundler にも影響がある標準添付ライブラリのジェム化、ジェミフィケーションについてご紹介します。これが Ruby 2.8 3.0 リリース前の安定バージョンである Ruby 2.7 での標準添付ライブラリの内部の内訳です。改めておさらいとなりますが、DefaultGems は標準添付として付属するライブラリであり、かつ RubyGems を利用して別のバージョンをインストールすることができるもの。Bundled.Gems は Ruby のインストール時に使えたら便利だろうというジェムを普通のジェムインストールの仕組みを用いてインストールしたものです。したがって Default.Gems は添付しているバージョンはアンインストールすることができませんが、Bundled.Gems はアンインストールすることができます。また、バンドラーから Bundled.Gems を利用する場合は、皆さんがそれぞれ GEM ファイルに記載する必要があるという違いがあります。Default.Gems は GEM ファイルに記載しなくても利用することができます。さて、このジェミフィケーションプロジェクトの進捗ですが、全体のうち Default.Gems と Bundled.Gems になったライブラリは半数を超えました。だいぶ長い取り組みになっています。もうかれこれ3、4年ずっと少しずつ続けているんですけれども、だいぶすべてのライブラリを GEM としてリリースする目処が立ったかなというような状態です。Ruby 3の前に Default.Gems、すなわち GEM として新しいバージョンをインストールできるものはできるように作業を進めていく予定です。Ruby 2.8または 3.0 に向けた動きとしては、まず NetTelnet は Bundled.Gems からも除外されました。これから利用したい人は GEM インストールや Bundler を使ってインストールするようにしてください。
また、DXML や RSS はデフォルトジェムスからバンドルドジェムスになりました。その結果、メンテナーであるストーさんの都合で対応する Ruby のバージョンが定められたり、仕様変更も Ruby 本体とは独立して行われるようになりました。興味のある人は GitHub の Ruby オーガニゼーションのリポジトリで開発に参加するようにしてください。また、今後、デフォルトジェムスにはしないライブラリのポリシーを2つ決めました。1つ目は C 拡張のライブラリのうちインターナルなヘッダーを読み込んでいるもの。また、Ruby のバージョンインストールした後にライブラリの動きが決定されるものについて、この2つについてはデフォルトジェムスにすることを諦めました。具体的には MKMF であったり、オブジェクトスペースであったり、Lipper などのように Ruby のバージョンに強く依存しているものが対象になります。そのデフォルトジェムスにはしないという条件から除外されたライブラリがこれらのライブラリになります。まだ検討中というフェーズではありますが、ここにあるライブラリはデフォルトジェムスにした上で GitHub 上で開発をできるようにしていくので、今後、これらのライブラリの仕様変更や不具合修正などに興味がある人は GitHub の Ruby オーガニゼーションの下の方でぜひ開発に参加するようにしてください。デフォルトジェムスを広げていく上で大きい問題になるのが、先ほど RubyGems でライブラリのロードを遅らせる変更をしたというようなご紹介をしましたけれども、その時に出てきたアクティベートのタイミングの問題です。アクティベートは RubyGems が皆さんが使いたいと思うライブラリとそのバージョンをロードパスに追加するというような処理になります。このアクティベートのタイミングの問題があるため、RubyGems はトップレベルまたは内部で JSON ライブラリなどを使うことができません。使ってしまうと皆さんが任意の JSON のライブラリのバージョンを指定できなくなってしまいます。YAML についても現在はバンドラーは実は内部に独自に持った YAML serializer.rb というファイルで YAML を処理しています。この内部の YAML パーサーが実はRuby 本体に添付している YAML パーサーの開発にも影響を与えており、Cyc の方で YAML のシリアライザーの仕様を変えよう、または機能変更をしようと思っても、バンドラーが使っているこの YAML serializer.rb のものと非互換になってしまうというような問題があるため、どのようにCycまたはバンドラーの YAML シリアライザーの変更を行っていくかということは少し考えなくてはいけません。この問題をどのように解決すればよいのかということですが、一つ目はすでに紹介した通り、RubyGems やバンドラーがアクティベートを行う処理ではデフォルトジェムスを使わないということです。これは少し頑張ればできるものが多く、例えばバンドラーではデリゲートライブラリの利用をやめるなどの工夫を行いました。しかし URI などのように RubyGems、バンドラーのアクティベートの処理で使わざるを得ないライブラリは外すということが困難です。そのため現在はベンダリングを用いて RubyGems やバンドラーの内部にライブラリをディープコピーして名前空間を変えることでこの問題を回避しています。この方法は楽ですが、コードを二重管理しなくてはいけないという点であまり良い方法ではありません。最後の方法は、ライブラリの利用をやめて、すべて Ruby で書き直すというような YAML のシリアライザーのようなアプローチです。これが一番単純ではないんですけれども、わかりやすい解決策ですが、自分で書きたくないので標準添付ライブラリを使っているという状況のものをわざわざ不具合が入る余地がある自分のコードにするというのがなかなか躊躇してしまうような内容になっています。しかし、URI と FileUtils、この2つは RubyGems の中で使っているんですけれども、RubyGems じゃない、バンドラーですね。バンドラーの中で使っているんですけれども、ベンダリングをやめるというような見通しがある程度立っています。例えば、バンドラーの中では FileUtils はこの4つのメソッドが主な用途として使われているんですけれども、この4つについてのみファイルクラスのメソッドなどを用いて書き直したり、FileUtils を使う必要がない箇所を見直すなどを行っていこうと思っています。
また、今後デフォルトジェムスとして残るものについてのざっくりとした計画ですが、まず RubyGems やバンドラーが必要としているライブラリはバンドルドジェムスにしてしまうと RubyGems そのものが動かなくなってしまうため、デフォルトジェムスとして残る予定です。ここの一覧には書いてないんですけれども、そういったものがあるということですね。で、また IRB についても基本的に残すとなると、その依存は上部にあるようなライブラリになります。これはスライドを作っている時に調べたものなんですけれども、現時点ではいくつかは中田さんによって依存を外してなくても動くようになっていると思います。また、バンドロエクゼックを実行するためには下の3つのライブラリが必要とされているんですけれども、これらが本当にライブラリとして利用しないとダメなものかというのは今後改めて調べた上で、単純な Ruby のコードとして書き直して、事足りるなら書き直して依存関係を外すということを考えています。デフォルトジェムスをバンドルドジェムスにすることで Ruby のリリースサイクルやセキュリティリリースの負荷から解放されるという Ruby を開発している人たちにとっては大きいメリットがあるので、できるだけ早く進めようと思っているんですけれども、バンドルドジェムスにすることでバンドラーで利用したい場合には GEM ファイルに追加する必要があるというような問題が起きます。例えば English というライブラリをバンドルドジェムスにしようと考えていたんですけれども、Robocop が English ライブラリの利用を推奨していることもあって、使っているライブラリ、RubyGems.org に登録されているライブラリの中で、利用範囲が思いのほか多く、バンドルドジェムスにしてしまうと、Ruby ユーザーの多くが、ここのスライドにあるような GEM ファイルの内容を書く必要があり、これはとても皆さんに手間をかけてしまって面倒なことになるなと思ったので、バンドルドジェムスにするというのは一旦諦めました。この問題を回避するためには、デフォルトジェムスやバンドルドジェムスについては、バンドラー内部の方で扱いを何かしら変えるというような処理が必要になるんですけれども、どのような形でその処理を変えていった方が良いのかというのは、今現在ではちょっとアイデアがないというような状態になっています。最後にまとめです。RubyGems とバンドラーの統合については、リリースツールについては進めているというような状態になっています。これが完了後、コードベースの統合やリリースサイクルの統合についても進めていく予定となっています。Ruby3 に向けたデフォルトジェムスやバンドルドジェムスの状況についても紹介しました。ドキュメンテーションがですね、ちょっとなかなか追いついてなくて、デフォルトジェムスってどういう内容なのっていうような部分がちょっと私の方から伝えきれてないんですけれども、できるだけ皆さんが気軽にライブラリの変更や開発に関われるように、GitHub 上で関われるように進めていこうと思っています。最後にこの2つの、RubyGems バンドラーの統合とデフォルトジェムス、バンドルドジェムスとして Ruby 本体のライブラリを外に出していこう。Ruby のリポジトリからの外に出していこうというような計画を進めるにあたって、RubyGems やライブラリっていうのは標準添付ライブラリの中での依存関係をできるだけ減らすことで、皆さんがアプリケーションで任意のライブラリ、任意のバージョンを利用可能になるように取り組んでいる最中です。発表は以上となります。今日お話しした内容に興味がある方は、RubyJP の Slack の RubyGems チャンネルにぜひお越しください。ご清聴ありがとうございました。さようなら。さようなら。